はいどうも、ストックロックです。今日はですね、今更なんですけれども、丸ノコ定規を作っていこうと思ってます。実は私、作ったことなくてですね、あるんですけど、簡単なものしか作ったことなくて、今回はちょっとそれなりにがっちりしたものを作っていこうかなと思います。で、使う材料は、まず、シナランバー 9mm ですね。で、大きさが、こっちが600、横が、450です。450mm で買ってきたのになんか全然広いな。まあいいや。を使います。これ別にシナランバーじゃなくてもいいんですけど、私の場合はちょっと買いに行った時にあまりにも他の板が反っていたので、もうこれしか選択肢がなかったですね。それと直角を出さなきゃいけないので、そのための、レールというかアングルですね。これは何でもいいんですけれども、実際に使う丸ノコの高さにこのアングルがぶつからないものを選択してください。丸ノコってこのベース板ですね。ベース板に材料を当てて切るわけなんですけれども、この使うアングルの高さが高すぎるとちょうどここの部分にぶつかっちゃうんですよね。ぶつかっちゃって、ちょっと例を挙げると、私最初この L 型のアングル使おうかなと思ったんですけど、これを当てると丸ノコのもう電動部分が高すぎてぶつかっちゃうんですよ。わかりますかね。こういきますよ。ガン。もうこれ以上いかないんですよ。ということで、アングルに使う材料は高さの低いもの、今回これ 8mm のものを使用してます。で、こちらは前のドリル動画で使ったレール、トラックレールですね。それのもうちょっとちっちゃいやつになります。前回は 6mm サイズの使ってたんですけれども、これもう一回りちっちゃいです。幅が 16mm、高さが 8mm。で、これは 60cm のものが1本。同じもの、長さが 40cm の1本。こちらを使っていこうと思います。で、今の作戦では、こうですね。これが表側についていて、この横、こちらが板の後ろ側についているっていう状態で、これで直角を出していきます。で、あとは、丸ノコを当てて切ると。で、ちょっとこれだと重いので、重くもないんですけど、この辺をね、中抜きして取っ手なんかをつけれればいいのかなって思ってますので、今回も行き当たりばったりなんですけど、これからちょっとその辺りを考えつつ線を引いてね、中抜きしてから最後にレールを取り付けて90度出していきたいと思います。それでは行ってみよう。まずはこの板、直角出てんのかな。直角出てる目論見で買ってきたんだけど、切り口がボソボソだが、出ている。一応皆さんもこういう定規作る際には必ず板の状態をよく確認して買ってください。大丈夫そう。特にね、直角はこれから定規作って最後にビャッと直角出して切るんで、なんとかなるんですけど、この反りですね。これも実際若干ちょっと反ってます。若干。でも大丈夫なレベルかなと思ったので、これが一番マシだったので、今回はこれを買いました。まずね、線の引き方なんですけど、まずこいつが一番重要になってきます。こいつの位置ですね。で、これは電動丸ノコのガイドになる部分なので、丸ノコの刃からベース板の端までの長さ、こちらを測ってください。その測った長さよりちょっと広めに、例えば、長さがこれぐらいだとしたら、これよりちょっと広めに取り付けることを想定してセットします。で、今自分の丸ノコの場合は9センチ 1mm だったので、9センチ 5mm ぐらいにしようかな。ちょうどこの幅ぐらいで。で、これで結んじゃいましょうか。はい。これは最後に90度合わせれますんで、だいたいこのぐらいの位置にこのガイドが来るよと。で、横はどれぐらいがいいかな。これ今60センチの縦のガイドなんですけど、横の位置をどの辺りに持ってくるか。
このぐらいかな。あとは使いやすさなんだよね。取っ手の位置も取っ手ね、事の発端はこの取っ手が安かったから今回作ろうと思いました。この取っ手がね300円ぐらいだったかな。なんかちょっと安くないですか、この見た目で300円って。どうやってつけるかわかんないけど、やべえ、本当にわかんねえ。何に使えるだろうと思って考えた時に、丸ノコ定規だと思ったわけですね。なのでこれを想定してで、ちなみにレールがですね、この長い方60センチの方が250円で、この短い40センチの方が170円でした。こちらも購入先は毎度おなじみみすみさんです。ポイントというか、この横のレールの取り付け位置なんですけど、どこにしようか迷ったんですよ。ちゃんと平行な線を引きたかったんで、このスコヤを使ってちょうどここの合わした突き当てた部分のね、この上、これに沿って線を引きました。でこれに沿ってつけようと思います。そうすれば必ず直角になるよね。単純になんか楽な方を選びました。これでいいやと思って。悩むな。はい、今ねあらかたできました。じゃあこんな感じ、見えるかな。でこの車線のところをくり抜いていきたいと思います。これレールつけちゃうと後でくり抜くの大変だと思うんで、どうしようかな。穴開けてジグソーかな。ジグソーでババッと抜いていきたいと思います。はい、このようにジグソーでくり抜くことができました。で次はこの斜めをカットするんですけど、見えるかな。この斜めね、これ丸ノコでもいいんですけど、ちょっと今ジグソーを久しぶりに使ったら楽しかったんでジグソーでカットします。よし、じゃん。こんな感じでカットできました。あと下だな。もう一箇所あったな、そういえば。まだくり抜く箇所があったよ。よし、よし、今度こそ終わった。はい、今ねカットが終わりました。結局全部ジグソーでカットしました。こんな感じだと使いやすいかなっていう感じで思いのままにカットしたんですけど、こんな形になりました。一応軽く説明しましょうか。どういう感じで線を引いてったのか。まずこの部分は丸ノコの刃の位置が、私の丸ノコは9センチ1ミリだったので9センチ5ミリの位置でこのレールを置く想定で線を引きました。でちょっと余裕を持ってその隣もう1レール分余裕を取ってます。でこのラインができた。で次はこの横なんだけど、横も先ほどのこのスコヤを当てて、もうこの上のラインでいいかなと。このスコヤの上のライン、この上にレールが乗っかるような形の位置を想定して線を引きました。スコヤで線を引いて、その線にこのレール、はい、そしたらこのレールの位置が出るわけですね。それとこの両サイドにもう1列ずつ余裕を持ちました。なのでこの部分はレール3列分ですねっていう感じにしました。でここの中とこの下をくり抜いた糸は、細いもの、実際こういう細いものをカットするときにここで押さえれるように、材料をね握れるように、なので自分の手のサイズに合わせてこの高さは調整しました。
なのでかなり適当です。この高さはね。この下はさっきのレール3本分の厚さで決まっている。でこの斜めのラインは実際に取っ手の位置、どの向きが自分で使いやすいだろうっていう角度だけ見て、その角度通りに両サイド線を引いた。なのでこの辺りはお好みで引いてもらえばいいのかなって思います。でそうすると、そうやっていらない部分をカットするとこういう形になったっていうだけです。これがかっこいいのか悪いのかは分かりませんけど、自分にとって多分これが一番使いやすいであろう形でした。よし、じゃあ次はこの実際にレールを取り付けるために穴を開けて取り付けたいと思ってますんで、ちょっとドリルで穴開けしていきたいと思います。あ、そうそう、穴開けする前に、実際これ表側ね、でこの短いレールは裏面にねつけるんですけど、これを要はつけた状態で木材と金属一緒に穴開けしたいので、これをまず仮止めします。で何で仮止めするかというと、両面テープで留めていきます。はい、今両面テープを貼りました。貼ったんですけど、私が持っている両面テープの方が幅が広かったので、出っ張った分をカットしなきゃなんないっていうちょっと面倒くささがありますね。はい、これでいいですね。貼れました。ではこれを先ほどの裏面の線に合わせて貼り付けしていきたいんですけど、今裏面なんで実際にノコギリが通る方はこっちですね。でこれノコギリの刃に当たっちゃうと危険なので、一番こっちに寄せます。この辺りですね。ではこちらに貼っていきたいと思います。よし、ちょっとむちゃくちゃ神経使う作業ですけど、ここはかなり正確に合わせてもらった方がいいかなと思います。ある程度次つける長い方で、こっちもそうだけど、ある程度は調節できるのでいいんですけど、でもがっちりとなるべく直角を出すんでね、がっちりやってもらった方がいいと思います。よし、これでこの状態にして、上から穴開け12345箇所、4箇所ぐらいでいいかなと穴を開けていきたいと思います。それでは穴開けしていくんですけれども、前回作ったドリルスタンド、この穴開けセットですね、こちらを使って開けていきたいと思うんですが、ちょっとねフェンスがあると、今回の板がちょっと大きすぎてかなり変形したものなのではまらなかったので外しました。こちらに今切ったね端材を挟めて乗っけて、で開けていくような感じですかね。いきなりこのでかい方のクランプが役立つ時が来たのかもしれない。こっちの方がいいな。よし、それでは穴開けしていきます。あ、しょうもな、電源入ってないもん動かねえよな。4箇所穴が開けました。で今開けたこちらの穴なんですけれども、実際にはねこの M3 のボルトナットで留めていこうと思っているんですけれども、ただこのまた頭が出ちゃうんですよね。こうやって頭が出ちゃうので、頭がちゃんと埋まるように面取りをしていきたいと思います。で面取りしたら必ず確認してください。ちゃんと埋まってるか、ちゃんと埋まるかどうか。よし、埋まりますね。で使うのはこちらです。 M3 の 15mm ステンレスのしか近くのホームセンターに売ってなかったのでこれにしたんですけど、ステンレスの必要性は全くないと思います。
錆びにくいけどね。これを先ほどの表面から入れて、こうの方がいいかな。これを入れて、でワッシャーと、見せながらやるの難しいな。ワッシャーとナットで留めていきます。でナットはこのレールの中で留めないといけません。というのはこれ出っ張らないようにね、出っ張っちゃうと結局ガイドレールの厚みによって切れる材料の厚さが決まってきちゃうので、例えばここの高さが2センチってあんまりないと思うけど、2センチだとすると2センチより薄いものって切れなくなっちゃうんですよ。なぜってこのガイドの方が高いから。でこういう作業テーブルの手前のこの浮いた部分を使ってね、合わせてカットするのであればできないことはないんだけど、こういうテーブルの上で合わせてカットしたいってことであれば、ここはなるべく薄い方がいいです。じゃないと薄いものがカットできない、厚いものしかカットできなくなっちゃう。なのでここはこの 8mm のレールのままの厚さにしたいよねということで、このレールの中で、ナットを留めます。このレールの中で留めないといけないのでかなりちょっとめんどくさいですけど、方法としてはこっちはラジオペンチで挟む。ちょっと動画撮りながら難しいな。挟みながらこっち側は普通にプラスで回すと、こんな感じで留めていきます。最初がめんどくさいね。これにワッシャーとナットを入れなきゃならないので、それがちょっと厄介ですけど、なんとかできるかなと思いますんで。よしはい、 OK ですね。近くで見せるとこんな感じです。見えるかな。でこのレールの中で留めてるので出っ張りはありません。はい、次は表側ですね。表側も先ほどと同じように後ろに両面テープを貼って最初につけた線に沿って貼っていきたいと思います。それではこちらに合わせて貼っていきます。ちょっとドキドキするな。はい、今貼り終わりました。次はまたこちらに穴を開けていきたいと思います。はい、穴開け完了しました。また同じようにね、ボルトでネジで留めていくんですけれども、あとはこの直角出てるかどうかだよね。合わせて取り付けたつもりなんで大丈夫だとは思うんですけど、一応微調整ができるようにネジのサイズよりちょっと大きめに穴を開けてます。 M3 のネジを使ってるんですけれども、4mm で開けるか 3.5mm で開けるか迷いました。で今回は 3.5mm で穴を開けております。吉と出るか凶と出るか、これから取り付けてみたいと思います。はい、今ね一応レール両方取り付けできました。裏面と表面、いい感じだと思う。であとはこれに取っ手をつけたいんですけど、さっき1回出てきたこれね、なんか石っぽいやつ、これをこの辺りにつけたいと思います。これはもうほんと使いやすい位置だよね。ここでいいかな。ここに印をして、また後ろから下穴を開けて、ネジで留めたいと思います。ここに置いたということは、ここが一番俺が使いやすかったんだろう。取っ手は皆さん好きなのをつけてください。あとは普通に木で作っちゃうか、それでもいいと思います。この位置だね。よし OK なので、これで穴開けしていきたいと思います。今ね、取っ手用の穴が2箇所開きました。では取っ手を取り付けます。よしよしよし、無事に取っ手もつきました。
ちょっとね、いいんだけど、もうちょっとここ高さ欲しかったかなっていう感じ。切る時にはいいんだけど、持つ時なんかちょっと狭いなっていう感じしますね、ここが。まあ見た目重視で選んだんで、まあ今回はいいかな。よし。で、今ちょっとこちらの最後に留めた上のレールがですね、このガイドですね、こちらがまだ仮止めなので、今板をあとは切ってみて、若干今両面で腹さってますけど、ずらそうと思えばずらせるので、でその直角を切って調整して、最後にガチッと締めて一応完成ということで、最後の微調整をやっていきたいと思います。ちょっと待った。微調整も何もまだこの幅が丸ノコを通したらちょっと切れる状態になってるので、どっちみち一回切ってからじゃないと調整できないね。なのでまず切ってみます。はい、今切りました。ちょうどこんな感じ。この感覚を見るとね、一発で来たっぽい。直角出てんじゃないかな。じゃあちょっと切ってみましょうか。何でもいいんで。これでいいかな。はい、今ね 1/4 だねが転がってたので、こちらをちょっと切ってみたいと思います。で、こういうものを切るときにこの窓の部分ね、こう握れるとガシッとそういう形になってますので、楽に切れます。で、本当はこの下に断熱材、スタイロフォームとかを上に乗っけてあげると楽に切れるんですけど、あんまり使ってないんですよ。すごい場所取っちゃうんで。なのでいつもこの下に引いてる OSB にちょっと刃が入るくらいの深さで調整して、この上でビャッと切ってます。ちょっとやってみますね。この刃の調整がめんどくさいんですけど、ではカットしてみます。っていう風にね、下の OSB にはちょっと傷が入るっていう感じでカットしております。で、問題はこれが直角になってるかどうかですね。よし、バッチリ一発でした。線引いたから当たり前って言えば当たり前なんだけど、ちょっと斜めになっちゃったらずれてるように見えるかもしれないけど、はい、どうだろう。手で触ったらもうツルツルでございます。なので90度しっかり出てましたので、このまま増し締めしたいと思います。よし、増し締め OK。 よし、軽くサンディングするか。よし、いいんじゃね。使い方としては、細い材料をこっちで握る。で、切る。大きい材料の時はこっちでガシッと押さえて切るっていう使い方になります。大体皆さん作ってるのこういう感じだよね。で、結構使いやすいのができたんじゃないかなと思います。重さも全然すごい軽いしね。9mm がベストなのかな、板厚的には。で、今日使った材料なんですけど、板厚 9mm のシナベニヤ、サイズが 600×400 だったかな。あとミスミさんで買ったまたこのレールですね。レール自体は何でもいいんですけれども、なるべく高さの低いものでかつ止めれるもの、そのあたりはちょっと形を考えて購入した方がいいと思います。で、今回はこの 8mm 厚のね、電動丸ノコにも当たらないし、あと裏も、これで 6mm 厚のものを切るって言ったら、こういう平面のところでね 6mm 厚のものを切るってなると、ちょっとこれが高すぎて切れないんだけれども、なるべく切れるように 8mm 厚こっちもつけております。で、ビスはこのレールの中に収まるという形で作っております。で、今最後にこの持つ部分と、あと若干表面と軽くサンディングしました。で、ここ持つ部分も丸くしたので、角ね、
すごく持ちやすくなってさらに使いやすくなったかなと思います。あと取っ手なんですけど、実際これ取っ手は何でもいいです。既製品なんか見つけてきて購入してもいいし、あと木でね3つぐらい部品、長いのと土台の部分と、それボンドとかでつなぎ合わせてもいいし、ビスで固定してもいいし、こういう形になればいいと思います。それを後からつけるという形で、ここはそんなに気にしなくていいと思いますんで、あと形ですね。一応こういう形に私しましたけど、これも使いやすいようにカスタマイズしていいんじゃないかなと思いますんで、そんな作るのに時間かかるものではないんで、是非チャレンジしてみてください。いやでもこれがあれば直角に切るのすごく楽になるんでおすすめです。で次切るときは、例えばこの板のこの部分で切りたいよで、線があったとしましょう。この部分で切りたいよってなった時に、次はこの面をこの線に合わせるだけで絶対にここに刃が通るので、刃に自分の丸ノコに合わせて最後カットしたのでね、なのでこの線に合わせるだけでカットできます。なのでこういうの1本自分の丸ノコに合わせてね作っておくと非常に便利かと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。この動画を見て参考になった方、面白いと思った方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。